はい、皆さんこんにちは。ジジイの料理の時間です。はいはい。今日はね、話題沸騰いうか、もう遅いんかな。はいはい、ようわからんけども、最近見てね、こんなんあるんや、みたいな、はいはい、そういうのを、2点、2個あったんでね、ちょっと2個とも作ってみようかいうことでね、作らなあかんやろいうので、やっぱね、見たら作りやなる。はいはい、そんなんでね、今回2個パスタを作ることにしました。少しね、天気が良かったんで、狭い狭い庭なんですけども、庭でね、ツーバーナー引っ張り出してきて、2個作るいうことで、2個同時にできたらいいかな思ってたんですけども、ちょっとね、フライパンいうかね、グリドルがでかいんと、それと2個同時にしたら、半分ボケてるんでね、結局出来上がったら、あれ両方とも同じような味やし、同じやんいうのね、はいはい、ごっちゃ混ぜになったらあかんのでね、やっぱしね、一つずついうことで、はい、一個ずつ作ることにしました。まずはね、これ、暗殺者のパスタ。なんかね、お湯も入れんと、ちょっと焦げ目つけて、焼きそばみたいな感じになるんかな。片焼きそばはいはい、そんな感じでね、ニンニク入れて、鷹の爪入れて、そして水ね、200から300と、それとトマトジュースを入れて、炒めるいうんかな、パスタを炒めていって、で、このスープを加えていって、はいはい、徐々にやらかしていく、そんな感じなんですけども、実際ね、ちょっと初め見た時に、なんか誰か考えてんな思って、ほんで、いろいろ見てたら、結構ね、イタリアでも、なんか家庭料理みたいなんで、こんなん作ってるんや。ね、今ちょっと塩入れましたけど、あ、それやったら、ね、一時的な量じゃなくして、はいはい、結構ね、本場でもやってるんや、いうことが分かったんで、まあね、見た感じは、ニンニクとか鷹の爪が入って、それに、トマトソースやし、アラビアータ。はいはい、そういうね、そういう感じの味ちゃうんかな。それでちょっと固めみたいな、ちょっと香ばしいね。そういう感じなんでね、まあまあね、作り方はいろいろあるみたいなんですけども、スープ入れてから炒めるのもあるし、炒めといてからスープ入れるのもあるし、まあまあね、まあ出来上がりはよう似た感じで、こんな感じですわ。あとはね、ちょっと盛り付けで、はい、難しいコツとかあるかもしれんねんけども、まあ見た感じこんなんやろういうことでね、はい、こういう感じで作ってみました。あとは盛り付けですわ。はいはい、こういう感じにね、盛り上がったら、はい、高級レストランでね、食べるなんか雰囲気のパスタ、汁がね、スープがあれへんタイプやったら、こういう感じに盛り付けてもね、下にドローってね、スープが出てくることもないし、最後に濃厚なソースをかけて、はい、これと、塩コショウだけかな、今回は。はい、これで完成になります。まあね、少し時間はかかるんですけども、まあ作ってみる価値はあるんかな。めっちゃうまいですわ。続いては、浸水パスタ。4、5時間つけるのとか、それとかね、1時間以内つけるとか、いろいろあるんですけども、今回はね、つけ置きするけども、時間を短く、1時間以内で、何時間もつけて、後々ね、使い勝手がいいように、柔らかくね、しとくタイプじゃなくして、少しスープを吸わせる。はいはい、そういう感じで作りました。水の方は、500。で、このコンソメ。本当はね、粉末の方が良かったんですけども、ちょっと粉末がなかったんで、固形しかないんで、固形を削って一つ入れていってます。それと、ちょっとね、固形なんで油分がね、ちょっと溶けにくいんかな、やっぱり固形の分は。で、お水の方もちょっと人肌にぬくめて、熱くなったらね、意味がないしね。
はいはい、こんな感じでね。はい、これをさっきのとこに入れて上から水、本当ならね、500cc そのまま入れてもいいんですけども、ちょっとね容器がね水切りの溝が切ったるいうか、400ぐらい入れて、あとはちょっとねそのままねよそに置いといた方がこぼれにくい。はいはい、こういう感じでここに水を入れるんですけども、両端にね水が来てるんですわ。水だけ抜くみたいな感じ、水切りのね水がついてるんで、今は400入れてますわ。ここほらほら、今アホやからね両切ってあるから、はいはい、水漏れたんですけども、そこからね水が漏れることがあるんで、はいはい、ちょっとね注意してください。残りのね100ぐらいはパスタとかスープをフライパンに入れてから、はいはい、100継ぎ足すいうね、そういう形にしたらいいんちゃうかな。はい、今日はね、浸水パスタいうことで、それとちょうどね今が旬いうかね、これから5月に入るまで春のあれ、あさり、これがねめっちゃくちゃうまいんですわ。プリプリでね。はいはい、やっぱね5月までかな、それがやっぱ一番うまいかな。せやから今の時期にやっぱボンゴレ作るのが、はい、一番いいんちゃうかな。それそれとちょっとね包丁ちょっと型番みたいでなんかねちょっと切りにくかったんで、ちょっと研いで、はいはい、ようなりましたわ。なんかねまっすぐ切れへんかって、あれおかしいな思って。それに、これわさびな、それに少しだけ残っていた鷹の爪ね、はいはい、なんとかねいけるんで、あとは浸水待ちいうことですわ。はい、そしたらね1時間弱経ったんで再度撮影ですわ。はいはい、スイッチ入れたばっかしなんでねちょっとカメラねブラブラ揺れてますけども、見た感じこれねちょっとね表面が白くなった、それが目安になるんかな。あんまり長いことねつけててもいかんので、時間もないことだしね。はい、それじゃあね、オリーブオイルでニンニクを炒めていきます。その後に、わさび菜、それも炒めるんですけども、やっぱね、はいはい、野菜なんでね、あんまりね、しんなりしすぎても美味しないやろう思うので、途中でね、フライパンから下ろして、抜いて、はい、最後にまたね、トッピングいう形にしてます。温度を測って、ニンニクですわ。このフライパンね、イタリアでよく使うようなアルミのフライパンですけども、昔からね持ってたんですけども、なんかねやっぱね料理が下手いうか絶対焦げつくやろういうことでね、ほとんど使ってなかったんですわ。まあまあ今回はやっぱパスタ作ってるんで、はい、たまにはね使わんことにはねあかんやろういうことで、はいはい、使ってるんですけども、キャンプ用なんでねちょっと取っ手がね折りたためるタイプになってますわ。続いてはアサリですわ。アサリこれ何倍やったっけ、300円せえへんかったかな、300円ちょっとやったかな。それに白ワイン入れて蒸していきます。春先とそれと秋のね2回美味しい時期があるみたいなんやけども、やっぱり春の方がなんかねプリプリ感あるみたいで、春しかねほとんど食べないんですけども、で鷹の爪も入れて、はいはい、こんな感じになって蓋が開いたら、さっきのパスタ入れて、はい、スープもちょっと入れてますけどね、これぐらいの柔らかさですわ。ぐにゃっとはいかないけども、はいはい、こんな感じですわ。はい、味見と柔らかさを見てもっぺんね、ちょっと硬かったんかなまだ。
はいはい。ちょうどね、感じ的にはいい感じなんで、スープもね、最後、追いスープやつね。はいはい、入れて、で、盛り付けになります。はい、こういう感じに入れて、で、最後にスープ。はい、これで完成になります。いただきます。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。ジジイアンダーバー70、ジジイは73歳。おおきに、おやすみ。パスタはね、一番好きなんがペペロンチーノで、2番目はボンゴレ。はいはい。こんな情報いらんて？まあまあそんなこと言わんと。あったら、はいはい、ご馳走してください。